ンとリアクション。皆さんこんにちは、犬です。今回は技紹介編開始道。大事なのはよく試合で見かけますよね、開始道。皆さんは何種類の開始道を使えるでしょうか？開始道に種類だときっとそう感じた方は1種類でしょう。何も悪いことはありませんよ。犬の動画に出会ってくださった方ですから、今からいろんな種類を知って使いこなしてみてください。1種類しか思い浮かばない人より僕の方が強いかどうかは分かりませんが、5種類以上使える僕はきっと5倍ぐらいは剣道を楽しめてるんじゃないかなと思います。まだ知らない方はチャンネル登録をして覚えて剣道を楽しんでください。技紹介シリーズで仕掛け技の面、小手、胴、突きをやったので、王子技やってみたいと思います。王子技、皆さんいくつぐらい使える技持っていますか？皆さんにたくさん見ていただいている攻めの動画でも解説をしていますが、相手が下がったり避けたり、こういう格好の時だけしか打てない人も王子技を覚えたら打ってくる、こういうところも打てるようになってチャンスが広がりますよね。相手を誘ったり、少し様子を見たり、相手の力を利用できるようになると、少し試合中に余裕が持てるようになります。試合中に選択肢が増えます。変な言い方ですが、相手と協力して勝つみたいな。王子技が使えると、相手が打ってくる場面で避けるだけじゃなくて一本が取れるようになる。あなたの王子技に相手が警戒するようになると、相手は 100% の力で打つのが難しくなります。打ち返されたらどうしようという考えが頭をよぎるからです。そういう迷いが生じている相手には、自分から打つ技も当たりやすくなります。いいことがたくさんありますね。高校時代に日本一になった後輩がこんなことを言っていました。小手と返し道しか基本的に狙っていませんでした。一応お分かりかと思いますが、その世代で日本一になるような選手です。面など他の技も素晴らしいレベルのものを持っています。その上でチームのためにこう考えていたようです。この後輩は本当に返し道が上手です。悪くても引き分け、相手が無理に攻めてくれば取ってしまう、非常に安定した成績が残せそうですよね。この話からわかるのは、返し道という技は剣道を始めたばかりの方から全国レベルまで幅広く使える非常に優秀な技なんじゃないかということです。今回はそんな返し道の基本的なポイント、つまずくポイント、まずは返し道の抑えるべきポイント7つです。うまくいかない方はこのどこかに原因があることが多いと思います。分かってるよという人も多いかもしれませんが、大事な部分ですので答え合わせのつもりで、できている部分はそうそうと一緒に確認してみてください。見てくださる方の中にはまだ始めたばかりという方もいますのでね。次に実戦で犬が意識している打ち方5種類、消える返し道もあります。消える魔球みたいなお化け返し道ですね。最後はここまで全部聞いて練習してもどうしても返し道苦手だ、自分には合わないという方、絶対に打てるようになる抜き道練習用意したので活用してください。返し道打てない人しかやっちゃいけないわけじゃないですよ。やってみると楽しい練習なので、皆さんぜひご覧ください。それでは行ってみましょう。間合い、近すぎると打たれる。詰まる、自分の反応できる範囲の間合いで誘うこと。反応速度や得意な間合いっていうのは人それぞれ違います。間合いの動画見てみてください。
足の準備。斜め前や横に抜けることを見越して膝を柔らかく、足幅も少し広め、構えの足で軽くジャンプ。着地した時の膝の柔らかさをキープしましょう。これは意見が分かれるところかもしれませんが、膝が伸びていてスッと立っている方が見栄えは確かにいいです。ただ足が揃ってしまっていたり、膝が伸びている状態だとパッと動く時には僕は邪魔になってしまうような気がします。実用性重視で、このように構えはリラックスして、膝や足幅はこういう風にしています。球技なんかでも柔らかい動き、しなやかな動きができる選手っていうのは膝を上手に使っているという風に言われます。膝芯って見たことありますか？膝がピンと伸びているとやっぱり動きがぎこちなくなってしまうので、スムーズに動き出せるような足の準備が必要です。竹刀の位置。裏にあると返しにくい。返し胴は表で受けて返しに行くので、当然裏にあるとそのまま同じ形をやろうとすると面を打たれてしまいます。相手とのやり取りの中で竹刀を裏に回すこともあると思うんですが、その時に打ってこられてしまうと反応が遅れてしまうので気をつけましょう。受け方、受ける位置。手元に近い方で受けると返しにくい。前で受けた方が返しやすい。実際には相手がこの状態から前に進んできますね。その時にこのスペースが広い方が余裕を持って打つことができます。まずは打てるようになることです。打てるようになってきたら、この後説明する受ける位置のそれぞれのいい点、悪い点を意識して活用してみてください。竹刀を横に倒しすぎない。返すのが窮屈になってしまいます。上体を反らせない。これも竹刀を大きく回すことになってうまく当てることができなくなります。受ける動作と右足を一緒に。最初はこれを特に意識しましょう。相手のレベルが上がってきたりすると、この受ける動作で察知されて避けられてしまうことがあるんですが、慣れてくるとアレンジできるようになるので、まずは打てるようになりましょう。相手の竹刀と自分の竹刀をバチンと喧嘩をさせずに、相手の竹刀に軽く当てに行くような、そして相手の竹刀が自分の竹刀を叩いた、この力をうまく回す方に利用していきます。返し方、打ち方。踏み込まない。面も小手も踏み込んで打つので、ついどうも踏み込んで打つ、その方が強く打てるとか思ってしまいがちなんですが、実践的にはかなり遅くなってしまうので、踏み込まないで打つようにしましょう。腰を落とす。膝を曲げる。竹刀を相手の胴に押し付けに行かないで、この回ってくるパワーを使って打つ。回ってくる竹刀のこの遠心力だけで十分力が伝わります。竹刀を回してきて当てる意識ではなく、手の位置と形を覚えて
竹刀はあまり意識せず、受けたらできるだけ早くそこに手を持ってくる。打ちたい場所を横目で見る。体を向けちゃダメ。見ているところに竹刀は行くので、目線が外れてしまうと当てるのが難しくなってしまいます。また頭を向けてしまったり体を向けてしまうとこういう風になってしまうので、ちょっと見栄えが悪いですよね。自分がもしなっているなと思ったらここが原因なので修正してみてください。竹刀の抜き方、抜け方、抜ける方向で、こう行くのもいいんだけど、当たるまでたらこう打ってからこう抜く。最初からこうではなくて、そしてこうすると相手の距離が近くなっても抜ける。まっすぐ力が入っちゃってると相手前に抜けなくなってるから。でそのためにこの練習で手首を柔らかくしましょう。手首が柔らかく、相手のすぐ横を通ろうとすると詰まってしまいます。イメージは斜め45度から真横ぐらい。右足を出すときにイメージ45度でも意外と相手の方に寄ってしまうので、ちょっと大げさなぐらい横に抜けるっていうようなイメージで練習してみてください。胴に当たってからはあえて左足を前に出すように意識しましょう。ここから右足をさらに出して基本に習った形で抜けようとするとこういう風になっちゃうから、だから回りすぎちゃダメなんだけど、だから左足を前に出して最後に飛んで前にして打ち切らせることが重要。返し胴を打つとき、遠くで受けるのと近くで受けるの、どっちがいいと思いますか？さっきは遠くで受けた方が余裕を持って打てるっていうことを紹介したんですが、実はそれぞれいい点悪い点があります。遠くで受けるいい点、胴を打つスペース、縦横が広くなり余裕を持って打つことができるので打ちやすくなります。悪い点、相手が面を打ちながら返し胴を察知して避けることができます。まだ距離があるし相手としては面を途中で止められているので、なんか打ち返されると思ってスッと下げることができたりとか、レベルが高くなってくると
面を打ちながら相手の体の格好を見て瞬時に避ける判断をしてくる相手もいます。近くで受けるいい点、相手の竹刀が自分の面のギリギリまで届くので相手が返し胴を察知するのが遅れる、もしくはうまくいったと思って手元を下げずに打ち切ってくれる。さっきは高い位置で止められたので明らかに避けられたっていうのが分かりますよね。でもギリギリまで引き込むと相手は面いったっていう風に一瞬長く思うわけです。その一瞬がとても大事で、もう手元を下げても間に合わないとか最後まで打ち切ってくれるっていうことにつながります。悪い点、打たれるリスクが高まる。相手の胴を打つスペースが狭くなり打ちにくくなる。当然相手の竹刀の先端が自分の頭に近いのでちょっとミスれば面が当たってしまいます。またさっきよりも低い位置、あるいは相手の勢いのあるところで受けているので胴を打つスペースが狭くなってちょっと技術が高くないと当てるのが難しくなります。うまく相手によって使いこなせればこれだけでも2種類ですよね。5種類の返し胴、基本的なポイントを押さえた上で取り組んでみましょう。これからご紹介する返し胴に共通するのは、自分が相手を誘う、引き出す、攻めをしてから打つということ。待ってしまうと避ける動作が遅れてしまったり胴打ちが詰まってしまったりします。ちょっとだけ説明します。犬講座、はい、たびたび登場させていただきます犬の中身です。犬のお面をかぶっているとですね、目が見えませんので、時々こういった形でやらせていただいております。誰と思う方もいらっしゃると思いますが、犬の中身です。よろしくお願いします。説明させていただきます。アクションとリアクションっていうことなんですけど、例えばいきなりちょっとホワイトボードの下の方から書いていくんですけど、ちょっと字がちっちゃくて見づらかったらごめんなさい。はい、芸人さんがボケる。それに対してお客さんが笑う。はい、芸人さんのボケるっていうアクションに対してお客さんが笑う、この関係ですね。アクションとリアクションで、今回は A パターン B パターンの2つを書いてみました。で、黒い文字が自分です。で、赤い文字が相手となっております。で、これを分けてみると、ここからですね、バサッと。で、ここ。はい。A パターンは、来いっていう自分のアクション。来いっていう風に攻める自分のアクションに対して、相手がリアクションで面を打ってくる。こっちリアクションですね。はい。で、返し胴が決まる。で、B パターンは、今度はアクションを起こすのは自分じゃなくて相手。打つぞー、面。これ相手のアクションに対して、自分がリアクションで返し胴を打つ。この2パターンがあります。で、A の方、自分がアクションを起こして相手にリアクションさせて返し胴を打つ。これは結構簡単でうまくいくんですよ。返し胴が打ちやすいってことです。だけど B パターンの相手からアクションを起こしてくる。自分が待っちゃってる状態。相手からアクションを起こしてきて打つぞー、面で自分がリアクションで
返し胴を打たなくちゃいけない。こういう時って結構難しいんですよ。返し胴が打ちづらいんです。もう今打ちやすい打ちづらいって言っちゃったんですけど、どっちの方がうまくいくかって分かりますよね。自分でタイミングも距離も指定できる。自分からアクションを起こしている A のパターンと、距離もタイミングも相手が指定している B のパターン。特に B の場合は打つぞってやってきてる時に、その時点で面かどうかも分かんないじゃないですか。面打ってくるかも分かんないし、小手打ってくるかもしれないし、突き打ってくるかもしれないし、こっちが慌てて出てっちゃったら打ち返してくるかもしれないし、分かんない。何打ってくるか分かんないで面ってくる。これに対して応じるっていうのは結構難しいですよね。線を取るとか5の線なんていう言い方もしますよね。せっかく書いたこの時の流れ、これを使って見ていきましょう。アクションが先ですね。ここでアクションが先で、当然ですがリアクションが後。で一番最後に返し胴。はい。で、面の後に返し胴が成立してるから一番後じゃんって思うんですけど、この返し胴どっから始まってますか？ここなんですよね。先のアクション、来いっていうこのアクションから返し胴が始まってるので、技が成立してるのは一番後なんだけど、線をかけている。だから線を取るとか5の線とか言うんですよ。5の線と僕は理解しています。B の方は線かけてないですよね。相手に線かけられちゃってますよね。聞いたことあります？線をかけるとか5の線とか。わかんない人いたらね、意味わかんない言葉出てくると話聞いてんの辛いですよね。よくありましたよ、昔。授業中先生の説明聞いてて、わかんないよこんなの、わからんって思ってみんなって周りを見たら、みんなってめっちゃうなずきながら書いてて、わかんないの俺だけだったんだみたいな。こういうことよくあるんですよ。今でもたくさんあるけど、いつ見ても辛いね、あの景色っていうのは。皆さんどうですか？人間わかんない言葉が一つの文に2つ以上出てくるともう辛くなっちゃうそうです。豆知識。王子技っていう意識でいると、僕は遅れてしまったり待ちすぎてしまったりうまくいかないイメージがあります。伝えるのが難しいんですが、同じじゃんって思う方もいると思うんですが、王子技って打ってきたのを返す技って意識じゃなくて、自分が相手を打ってくるように誘導して打つ技とか、こういう格好にさせて打つ技、あるいはこういう格好になるところに打つ技って意識が僕の場合しっくりきてます。詳しくは攻めの動画前後編をご覧ください。一つ目、シンプルな返し胴。定番の形です。竹刀と竹刀が触れ合う間合いに先に入っておくことが重要。自分が自分のやりたい間合いに先に入る。これによって相手を捕まえておくっていうイメージです。竹刀と竹刀が触れていないと誘い出す前に自由にアクションを起こされやすいです。さっき説明したような相手からのアクション、こちらがリアクションしなくちゃいけない。こういう展開になりやすいので、自分から先に入っておく。右足で誘う返し胴。
この誘う場面に少し変化をつけていきます。出てる途中に打ってきてくれない、でも出終わったところで少し我慢、相手が我慢できずに打ってきたところを返し戸。一度プレッシャーをかけて来なければもう一回。この中で相手が我慢できなくなってリアクションしてしまった時に返し胴がうまく決まるということです。この時出てこなければ別の技で仕掛けるという選択肢を持っておくと相手は非常に困ります。中心を取らせる、中心をあえて取り返さない、いけると思わせてそこを返し胴を狙う。相手からすればうまく攻め返して打てたっていうような感じになります。2つ目、出鼻面を打たせて返し胴。これは開始戦から使えることが結構あります。開始戦に戻るとき、皆さんこの時間を無駄にしてはいけませんよ。相手の雰囲気を感じるんです。相手が打ちたいってなってるのを感じたらこれいきましょう。ほんの一瞬でいいので面に行く雰囲気を出します。ほんのちょっとです。このくらい。面を打たせたいというのもあるんですが、一瞬のこれによって相手が相面だとなってくれることで打ち切ってくれます。つまり胴を防がないっていうことですね。これが狙いです。相手にどう来るかもっていう疑いがあると打ち切ってくれないのでこのように防がれてしまいます。2パターン紹介するので使いやすい方をやってみてください。相面の軌道で前で合わせる打ち方。背面の雰囲気を最初だけ出して引き込んで受ける打ち方。3つ目、間合いが近い時の返し胴。今度は近い間合いから打つ方法です。誘ってすぐに打ってきてくれれば簡単なんですけど、試合だと相手も警戒しているのでそう簡単にいかないことも結構ありますよね。間合いが近いので相手の面を受けるまでの時間が短くて余裕がなくなったり打たれてしまったり胴を打つ時詰まってしまったりすると思います。ポイント、相手が打ってきた時左足を下げることで空間を作る。さっきまでは右足を斜め前に出して胴を打って抜けやすいような形を作っていましたが、今度は右足に体重を乗せて左足を下げます。間合いが近い時に同じように右足を出してしまうと相手との距離が近くなりすぎてこれこそ本当に打てません。膝を曲げて腰を落とし面の位置を下げる。手を上に上げることで面を隠そうとするとそれだけだと間合いが近い場合相手の竹刀の方が早く面に到達してしまうことがあります。手を上げて防ぐことと自分の面の位置を下げること、これを両方使って相手の面を防いでいくイメージです。真横に抜けていくイメージで腰を回転させて左足を出す。この時回りすぎには注意してください。1回転しちゃうのはあんまりかっこよくないんで審判の印象もあまり良くありません。かなり距離が近いのでもう斜め前とかにも抜けづらいんですね。だから普通にさっきまでやっていたような返し胴を打つ時よりももっと横に抜けていくっていうことを意識してみてください。相手に何度も圧をかけているうちに近くなってしまったり
ババババって打ち合ってる中、近い間合いでふっとチャンスが来たり、近くまで入らないと打ってきてくれなかったりなど、近いほど打たれるリスクは高まりますが、相手から見るとその分チャンスにも見えるものです。こんな風にここならいけるっていう風に思ってくれる、自信を持って打ってきてくれるということです。難易度は上がりますが、できるようになるとチャンスが広がります。あと何より結構楽しいです。やってみてください。4つ目、引き込んで返し胴。3つ目の近間から打つ返し胴の要領で打ちます。1歩なり2歩なり下がってみて相手を誘います。この時いかにもカウンター狙ってますよ感が出ちゃうと罠だと気づかれてしまいます。ちょっとやばという雰囲気を醸し出しましょう。単に下がってもなかなか出てきてくれない相手には、相手が攻めてきた、相手が入ってきたタイミングで引くようにしてみましょう。あなたの攻めが効いちゃって困ってますという感じにすると、相手は気持ちよく打ち切ってくれます。ぜひ試してみてください。5つ目、消える返し胴。これはある先生から教わった別の技の応用で作ってみました。その先生の考え方が結構衝撃だったので紹介したいと思います。近間から打つ胴や引き込んで打つ胴にプラスアルファの技術です。相手の面を受けた際に腰を落とします。相手の目線から見た時に、相手の面を打った腕に自分の体を隠し、視界から消えます。この一瞬のあれを作り出すことで相手の防御が遅れて胴が当たります。一番難易度は高いかもしれません。ただこんな角度からも勝つために考えることができるんだなと、さらに楽しさを感じましたので、ぜひ試してみてください。それでも返し胴がどうしてもうまくいかないという方、お待たせしました。楽しむ方法なんていくらでもあります。諦める必要はありません。返すのが苦手なら相手の面を受ける動作をなくしてしまいましょう。そう、抜き胴です。抜き胴の方が防ぐ間がないので優れているかもしれません。ポイントは竹刀をかわすこととその時の竹刀の位置です。この形さえ作れればあとは振り抜くだけです。頭はこっち、竹刀はこっち。苦手な人にとっては返すより簡単なはずです。難しいと感じる方、この練習からやってみましょう。なぜ試合になると避けれないのか、打たれたらどうしようというプレッシャーや竹刀を持つことによる無意識の力み、こういうものがただ避けるだけのことを難しくしています。竹刀を置いてこの練習をしてから抜き胴に挑戦してみてください。結構楽しいですし、あれ意外とできるなっていうことに気づくはずです。はい、いかがだったでしょうか。本来胴打ちは相手の右胴を捉えないと一本にならないとされていると思います。僕が今回お伝えした内容の中では
そこをあまり重視してお伝えしていません。厳密にここをお話しするともう10分ぐらいかかるかもしれません。本当はそうなんだという意識を持って練習してみてください。ただあまり厳密に考えすぎると打てるものも打てなくなっちゃったり、何でもはい今のはちょっとおへその方だったからダメとしてたらつまらなくなっちゃう部分も出てくると思うので、実際相当タイミングが遅れちゃってるとか、打ちが詰まって相手に引っかかっちゃってるとかじゃなければ、いい機会で技を出せてしっかり捉えていれば旗は上げてもらえるはずです。動きができるようになってきたら当てる部分にもこだわってみてください。指導者の方が面だけ打ってればいいんだと言って他のことを全然教えてくれないという相談を受けたことがあります。確かに開始道を打たせないように面を打つ技術も存在するし思い当たりますが、段階だとか技術だとかそういうことをしっかり納得させてあげて、だから面だけ打ってればいいんだと言って教えてあげるならいいと思うんですが、剣道には面以外の技術もたくさんあります。今日ご紹介したような技術を持っている人からすれば、単純に面しか打ってこない相手は正直簡単に打ててしまいます。きっとその子は努力が報われて勝つ喜びを味わいたいのに、うまくいかなくて悩んでいるのに、どうにかうまくいくように頑張りたいと思っているのに、言葉が足りないままに面だけ打ってればいいんだと言われ続けてしまってはかなり苦しいと思います。剣道がつまらなくなってしまうし、仮に勝ってもなんで勝ったのかわからない、きっと考えることをやめてしまうでしょう。剣道の楽しさを知らないまま、せっかく剣道を選んだのにそのことを後悔してやめてしまうかもしれない。見てくださる方の中には指導者の方も多いようです。コメントをいただく方々は柔軟な考えをお持ちの素晴らしい先生方が多いように感じます。どうかせっかく剣道を選んだ身近な子どもたちに剣道を選んでよかったと思わせてあげてほしいです。開始道を打たれずに面を打つ方法、開始道が得意になると分かるようになります。面白いね。それでは。